皆さんこんにちは。トニー高谷です。今回はこちらの前面と車体の本体とをつなぎ合わそうと思っていました。けれどもドッキングした後では作業がやりにくくなってしまう箇所がいくつか残っているため、もう少し前面の工作を行いたいと思います。それと超極薄ダイヤモンドヤスリの紹介もやりたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。作業に入る前に、前回の最後に次回ご覧いただきますとお約束したテールライトケースとタイフォンを取り付けたもう1台のキハ82の前面がこちらです。2両とも同じものを取り付けるのは面白くありませんので、こちらには寒冷地タイプのタイフォンを付けています。寒冷地タイプといっても実物の世界では暖地タイプを取り付けていても、冬はこちらのタイプに変わっていた記憶があります。それでは作業に移ります。まずはじめにプレスで表現された特急マークを一部を残して切り抜きます。本体とドッキングしたらこのような糸のこを使用する作業がやりにくくなってしまいます。こちらが切り抜いたところですが、ヤスリでの成形作業はちょっと訳があって、後回しにしてこちらの連結付き部分の書き取りを先にします。糸のこは切り込みだけで、あとはヤスリで削ります。はい、今から特急マークの場所に開けた穴を整えていきます。ただ幅が1ミリあるかないかの細い穴を広げるのは苦労します。こちらの平ヤスリですが、先端の厚みは 0.7 ミリになっています。ところがいざ穴を削ろうと上下に動かすと、ご覧のように引っかかって動かなくなってしまいます。そこで何かいいヤスリはないかと探して見つけたのがこちらです。スリットフィニッシュの商品名のダイヤモンドヤスリです。一見するとデザインナイフに似ています。刃の厚さが 0.4 ミリとかなり薄いです。こちらはダイヤモンドの粒度、すなわち粒の大きさですが400番になっています。実は半年ほど前にこちらの厚さ 0.3 ミリ粒度800番を購入したのですが、仕上げ用ならともかく今回の作業では削るのに時間がかかりすぎるので、急遽こちらの粒度400番のスリットフィニッシュを買いました。他にも厚みとか刃の形、粒度でいろいろと種類がありますが、だいたい1枚1500円前後で売られています。類似商品は他にもありますが、こちらは国産商品になります。それでは実際の作業に使ってみます。
今ホルダーにつけていますが、ホルダーは別売りです。この程度の作業でしたらホルダーなしでも使えそうです。今使っているのは粒度400番ですが、200番でも良かった感じがします。ただ200番だと厚さが 0.5 ミリになってしまいます。ある程度まで隙間が広がったら、鉄鋼用の精密ヤスリを使って穴を広げます。鉄鋼用ヤスリの方が力をかけやすいので、ヤスリがけの効率もいいからです。とはいえ、ご覧のように左右は斜めになって狭くなっています。30度くらいでしょうか。鉄鋼用の三角ヤスリなんてとても入りません。もちろんヒレヤスリも無理です。ところがこのダイヤモンドヤスリなら入れて削ることができるのです。すごいですね。このダイヤモンドヤスリの刃先はすごくエッジが効いています。ですから30度とか小さな内角の頂点にも鋭く削り込むことができます。なんとか細密ヤスリと併用して穴開けが完了しました。今度はこの穴を真鍮板で塞ぎます。厚さ 0.2 ミリの真鍮板から切り出します。この後ヤスリで形を整えます。真鍮板のカタンが表に出るようにして裏からはめ込みます。表をハンダ付けします。裏側の真鍮板が飛び出している部分を削ります。このままハンダ付けしたいところですが、窓部分にハンダをつけたくないためです。窓の H ゴムを傷つけないようにして表側の余分なハンダと真鍮板の出っ張りを削り取ります。
ヤスリ仕上げが終わったところです。この後、穴を開けて特注マークのパーツをはめ込んでみます。こちらの特注マーク、エンブレムは加藤の分配パーツです。真鍮で自作したりレストアしたりしているものにとっては、ライバル製品のパーツを使用するのはいささか後ろめたさがあるのですが、使えるパーツは懐具合と相談の上で使っていこうというのが私の方針です。なかなかいい感じですね。それにしてもこのような細かい場所の作業はこのスリットフィニッシュがなければできなかったと思います。そんなに頻繁に使うものではないと思いますが、1枚あれば工作の幅が広がるのではないでしょうか。それと実物の特注マークの下がへこんでいるなんてつい最近まで知りませんでした。廃車になってエンブレムを外された姿の画像を動画やブログでアップされている方がいて、それを見て初めて知った次第です。まあ知らなかった方が良かったのかもしれませんね。次にホロ枠部分の工作をします。まず下の部分に厚さ 0.4 ミリの真鍮板からこの字に切り出したものを貼り付けます。これはこちらの図のように裾が絞ってあるので下駄を履かせるためです。この字に作ったパーツをハンダ付けした後、ヤスリで削ります。次にホロザを取り付けます。こちらのホロザには遠藤のパーツを使用しましたが、現在は製造中止ということなので、入手できなかったらエコモデルのパーツを使用してください。ホロザのハンダ付けが終了したところです。隙間ができないように周囲にハンダを流しています。この後不要なハンダの除去を行います。ちょっと動画がうまく撮れていませんので、ハンダの除去についてはこのチャンネルの古い活見製キハ82ルーバーの作り替えの動画を参考にしてください。小さな板状のステップを取り付けるために糸のこで切り込みを入れておきます。こちらも箱組みした後では作業がやりにくくなります。最後に裏側に取り付けたヘッドライトとテールライトのケース用に使用したパイプの内径を広げます。もともとはヘッドライトとテールライトを点灯式にする場合、グラスファイバーで同行しようと思っていました。けれども最近はかなり小さな LED チップが入手できるようなので、それに合わせてパイプの内径を広げます。少し余裕を持ってヘッドライト用は直径 2mm、テールライトは直径 1.8mm の内径にします。ご覧のようにヘッドライトケースの位置が天井近くになりますので、前面と車体本体とくっつけてしまったら穴開けはまず不可能になってしまいます。今回の作業はここまでになります。
手すりはこれからの作業中に折れたり曲がったりする可能性がありますので、後回しにします。とは言っても、ホルザと特急マークを取り付ければキハ82、かっこいいですね。次回はいよいよ前面と車体本体とをつなぎ合わせます。今回もご覧いただきありがとうございました。